皆さん、13日からのお盆を前に帰省の荷物をまとめている方、スーパーでお花や果物、お供え物を選んでいる方、仏壇やお墓のことが気になりながら、まだ何もできていないわ、と、少し焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。お盆は、仏教とかどうかに関わらず、ご先祖様にご自分の思いを向ける時期ですね。この時期になると、駅や空港では大きな荷物を持った人が増え、高速道路も規制する車で混み始めます。もしかすると、このお話を車の中で聞いている方もいらっしゃるかもしれませんね。運転中の方は、どうぞ画面を見ないでください。音だけ聞きながら、安全運転でお帰りください。そして、今年のお盆をゆっくり過ごせない方もいらっしゃると思います。繁忙期でお仕事の方、家族の事情で帰省できない方、そして、ようやく新しい仕事が決まり、このお盆は休みなく働くという方もいらっしゃるでしょう。私自身も、いつもお盆をゆっくり過ごせるわけではありません。でも、お盆は必ずしも遠くへ出かけたり、立派な準備をしたりしなければ迎えられないとは限らないんですよ。今いる場所から、ほんの少し、今耳を傾けていただいているあなたの心の方向を少しだけ変えるだけでもいい。仕事へ向かう朝でも、家へ帰った夜でも、数分だけ手を止めることができれば、それで十分です。日本中が少しずつ気を迎える時間へ向かい始めています。そんな中で、掃除、お供え、お墓のこと、と、することばかりが増えていませんか？でも今年のお盆は、全部を完璧に終わらせることよりも、ご先祖様を迎える前に、今日からできる小さな支度があります。たくさんではありません。たった3つです。そして、この3つをしておくことで、まだ何もできていない、という焦りが、これなら迎えられる、という安心へ変わっていきます。家の中にも少し余白が生まれ、忙しく過ごしている方も、明日をただ慌ただしく迎えるのではなく、今年もこの季節を迎えられた、と、一度立ち止まれる時間が生まれるでしょう。そしてもう一つ、今年のお盆入りは、暦と空を重ねてみると、少し興味深い節目でもあります。背中を押してくれるような暦が重なる一方で、何でも始めればいい、と単純には言えない要素もあります。だから今日は、吉日を並べて願い事をしましょうというお話にはしません。何をしておけば、明日を穏やかな気持ちで迎えられるのか、なぜ、それを今しておくのか、そして、その小さな行動が、これからの暮らしに何を残してくれるのか、その順番で、3つだけお話しします。特に最後の1つは、お盆になるといつも、ちゃんとしなくては、と頑張ってきた方にこそ、ぜひ聞いていただきたいことです。それでは早速、最初の支度から始めましょう。1つ目は、家の中の少し高い場所を、1箇所だけきれいにしてください。家中をたくさん掃除する必要はありません。簡単だと思いませんか？まずお家に帰ったら、家の中を少し見渡してみてください。普段、目の高さより下にあるものは、意外と気づきやすいものです。床に落ちたもの、テーブルの上、洗面台、こうした場所は、汚れているなと気づけば、比較的すぐに手を伸ばしますよね。ところが、少しだけ目線を上へ向けてみると、どうでしょう。照明器具の傘、棚の一番上、冷蔵庫の上、背の高い家具の上、カーテンレールの近く、普段はあまり見ない場所に、うっすら埃が溜まっていたり、小さなクモの巣ができていたりするかもしれません。今日は、その中から1箇所だけ、選んでください。埃をさっと払う、クモの巣を1つ取る、手の届く照明の傘なら、電源を切って安全を確認してから、軽く吹いてみる。それだけで十分です。せっかくだから全部やってしまおう、と思わなくても大丈夫ですよ。お盆前は、ただでさえすることが増える時期です。今日の目的は大掃除を完成させることではありません。ここだけは整えた、という場所を一つ作ることです。そして、脚立に乗らなければ届かない場所や、体を大きく伸ばさなければならない場所は、今日は選ばないでくださいね。特に照明器具は、無理をすると危険です。安全に手が届く。少し高い場所を一つだけ。これが一つ目の行動です。では、なぜお盆を迎える前に、わざわざ高い場所なのでしょうか。ここで初めて、今年の暦を少しだけ重ねてみましょう。気学では、八白土星には山高い場所、そして節目や変化といった像意があります。一方、旧歯火星には下降明るさ、そして物事を明らかにするという像意があります。そこで今日は、この2つを難しい占いとして考えるのではなく、高い場所と光という、とてもわかりやすい暮らしの行動に置き換えてみるのです。特に照明の周りは、普段そこにあって当たり前なので、
なかなか意識して見上げることがありません。でも私たちの暮らしを毎晩照らしてくれている場所でもあります。そこに少しだけ目を向けて、埃を一つ取ってみる。すると夜になって明かりをつけた時、あ、綺麗になった、と、自分だけが気づく小さな変化が生まれます。家中が完璧に片付いていなくてもいいんです。お供え物がまだ全部揃っていなくてもいい。忙しくて、お墓参りへ行く時間が取れない方もいらっしゃるでしょう。それでも、今日はここを一つ整えられた、と思える場所が家の中に一つある。その小さな達成感が、まだ何もできていない、という焦りを、少し和らげてくれます。そして明日、明かりをつけた時、そこには昨日より少し整った場所があります。ご先祖様を迎える家に、一つだけ明るく整えた場所を作っておく。そして何より、その場所はお盆が終わっても残ります。毎日明かりをつけるたびに、自分や家族が使う場所です。お盆のために一度だけ頑張って終わるのではなく、今日の小さな行動が、その後の暮らしにも小さな心地よさを残してくれる。それで十分なのではないでしょうか。これが、一つ目の迎える前の支度です。次に、二つ目のお話をしましょう。二つ目は、家の南と北東に何があるのか、一度だけ確認してみてください。難しく考えなくて大丈夫です。今は多くのスマートフォンにコンパス機能がありますから、それを使って方角を確認してみてください。普段から家の方角が分かっている方は、そのまま南と北東を思い浮かべてみてください。さて、その場所には何がありますか？洗面所、お風呂、トイレ、キッチン。もし水回りがあったとしても、今日はそこを全部掃除する必要はありません。たった一つだけ変えてみてください。例えば、使っているタオルを清潔な洗いたてのものに変える。窓があれば、数分だけ開けて空気を入れ替える。換気扇を5分だけ回す。洗面台に水滴が残っていたら、乾いた布でさっと拭いておく。香りがお好きな方なら、消臭剤を爽やかな柑橘系の香りに変えてみるのもいいでしょう。この中から、一つだけです。もちろん、南や北東が水回りでなくても何の問題もありません。玄関なら、靴を一足揃える。リビングなら、テーブルの上を少し整える。寝室なら、枕元に置いたままになっているものを一つ片付ける。その方角にある場所を、今よりほんの少しだけ気持ちよくする。それが二つ目の行動です。では、なぜ今、南と北東なのでしょうか。ここで、気学を少しだけ重ねてみましょう。九星気学では、九死火星は南、八白土星は北東、と結びつけて考えます。九死火星には、火や光、明るさ、物事を明らかにするという造意。八白土星には、山、高い場所、節目や変化といった造意があります。そして、北東についてはもう一つ。日本では昔から、北東は鬼門と呼ばれてきました。気学をご存じない方も、鬼門という言葉は聞いたことがありませんか？今日は、怖がるお話をしたいのではありません。場所を変えられないなら、その場所を気持ちよく整えてみる。それだけでいいんです。それがまさしく、開運貯金なんです。水滴を拭く、タオルを変える、空気を入れ替える。そして、ご家庭で盛り塩をする習慣がある方なら、新しい塩に取り替えておくのも一つでしょう。盛り塩をしたことがない方が、今日から無理に始める必要はありません。大切なのは、鬼門だから怖いではなく、普段見過ごしている場所を一つ丁寧に扱うこと。そう考えてみてください。そして香りがお好きな方なら、空間を爽やかにする方法を一つ取り入れてもいいでしょう。私自身、アロマについて学んできましたが、香りにはそれぞれ扱い方がありますので、ここでは精油を直接使う方法まではお勧めしません。換気をする、使い慣れた芳香用品を使うなど、ご家庭に合った安全な方法で十分です。でも皆さん、ここで一番お伝えしたいのは、南や北東にトイレやお風呂があるから悪い、ということではありません。家の間取りは、簡単には変えられませんよね。そして、変えられないものを見つけて不安になるために、方角を見るのでもありません。大切なのは、変えられないものではなく、今日、自分で変えられるものを一つ見つけること。お風呂の場所は変えられなくても、タオルは変えられます。トイレの位置は変えられなくても、空気を入れ替えることはできます。洗面所を移動できなくても、水滴を拭いて気持ちよく使うことはできます。大きく変えられないから、何もしないではなく、小さく変えられるものを一つ変えてみる。私は、こうして暮らしの中で使ってこそ、気学は身近な知恵になるのだと思います。そして、その小さな変化は、お盆が始まったら終わるものではありません。夜、お風呂に入った時、朝、顔を洗った時、その場所を通った時、
ふと、少し気持ちいいな、と感じる瞬間が生まれるかもしれません。それは、お盆のためだけに一度きれいにした場所ではありません。お盆が終わった後も、自分や家族が毎日使う場所です。つまり今日の数分が、これからの暮らしに、小さな心地よさを一つ残してくれる。そして、家を全部整えられなかった。ではなく、今日は、私に変えられるところを一つ変えられた。という小さな満足も残ります。完璧でなくていいんです。一つ目では、少し高いところに明るさを。二つ目では、いつもの場所に心地よさを。それだけでも、迎える準備は少しずつ進んでいます。これが、二つ目の迎える前の支度です。そして最後の三つ目は、家を整えることではありません。今度は、たった一杯だけ用意していただきます。お盆になるとちゃんとしなくてはと頑張ってしまう方ほど、ぜひ聞いてください。では、最後の三つ目です。先ほど、たった一杯だけ用意してください。とお話ししましたね。三つ目は、温かい飲み物を、一杯だけ用意してみてください。特別なものでなくていいんです。緑茶でも、ほうじ茶でも、いつも飲んでいるお茶で構いません。お茶を飲まないご家庭なら、コーヒーでも、紅茶でも、今日用意するのは、温かい飲み物を、たった一杯です。そしてここからが、いつもとは少し違います。その一杯を自分で飲むのではなく、温かいうちに、玄関の外へ置いてみてください。私が気学の師匠から教わった民間の慣習では、玄関の外の右でも左でも構わないと教わっています。では、なぜ、わざわざ家の外へ温かい一杯を置くのでしょうか。私が気学を学ぶ中で、師匠から教えていただいた民間の実践の一つに、お茶湯というものがあります。ただし、これは全国のお盆で必ず行う正式な作法という意味でご紹介しているのではありません。地域やご家庭、信仰によって、ご先祖様の迎え方は様々です。ですから今日は、難しい作法のお話を長くするつもりはありません。お茶湯について詳しく知りたい方には、私が参考にしている説明動画を概要欄に載せておきます。興味のある方は、この動画をご覧になった後で、ゆっくり確認してみてくださいね。今日、私がお伝えしたいのは、もっと簡単なことです。自分のためだけではなく、もう一杯を誰かのために用意する、その短い時間を作ってみることです。お湯を沸かして、一杯を注いで、温かいうちに外へ置く。そして、その数分だけ、ご先祖様や、もう会えない大切な人を一人、思い浮かべてみてください。おじいちゃん、これが好きだったな。お母さんと、よく一緒にお茶を飲んだな。そんな記憶が一つ浮かんでくるだけでもいいんです。何も思い浮かばなければ、今年も無事にここまで来ました。ありがとうございます。と、心の中で伝えるだけでもいいでしょう。お盆というと、お墓へ行かなければ、仏壇をきれいにしなければ、きちんとお供えしなければ、と、どうしても、ちゃんとしなくては、が増えてしまいます。でも、お盆もお仕事をされる方がいます。遠く適正できない方もいます。ご実家がもうない方、仏壇のないご家庭、そして、昔と同じお盆の支度をすることが、年齢や体力の面で少し大変になってきた方もいらっしゃるでしょう。だから私は、できなかったことを数えるお盆にしてほしくないんです。今日できることを、一つだけ、温かい一杯を用意して、誰かを思う。それなら仕事から帰ってきた夜にもできます。一人で暮らしている方にもできます。故郷から遠く離れて暮らしている方にもできます。大切なのは、どれだけ立派な準備をしたか、ではなく、誰を思って、その一杯を用意したのか、なのではないでしょうか。そして一杯を用意した後、今年もちゃんとできなかった、ではなく、今年も、あの人を思い出すことができた、という気持ちが一つ残ったなら、それも立派な迎える支度だと私は思います。一つ目では、少し高い場所に、明るさを、二つ目では、いつもの場所に、心地よさを、そして三つ目では、心の中に、感謝する時間を、家中を完璧に整えることはできなくても、この三つなら、忙しい一日の中にも小さく取り入れることができます。そして、お盆が終わった後にも残るものがあります。綺麗になった場所、気持ちよくなった暮らし、そして、大切な人を思い出した記憶。それが今回、私がお伝えしたかった、迎える前の三つの支度、なんです。さて皆さん、今日のお話を、最後にもう一度だけ振り返ってみましょう。一つ目は、少し高い場所を、一箇所だけ整えること。二つ目は、南か北東を確認して、そこを少しだけ心地よくすること。そして三つ目は、温かい一杯を用意して、大切な人を思うこと。どれも、大きなことではありません。家中を完璧に掃除しなくてもいい。高価なものを用意しなくてもいい。今日、
自分にできることを一つだけ、それを少しずつ積み重ねていく。それが、私がお話ししている開運貯金なんです。そして、最後に今日から明日へ向かう空と暦のお話を少しだけしておきましょう。今日8月12日は、世界の一部で大きな日食が起こる日です。私の故郷イギリスでは、太陽の大部分が月に隠れる、非常に深い部分日食となります。そしてアイスランドやスペインなど、皆既帯に入る地域では、太陽が完全に月に隠れる皆既日食を見ることができます。私の故郷イギリスで、次に皆既日食が見られるのは、2090年、64年後です。そう考えると、今日の空は、少し特別に感じられますね。ただし、日本からこの日食を見ることはできません。ですから日本にいる皆さんは、日食を見なくては、と考える必要はありません。遠い国の空でそんな出来事が起きている。今日はそれを知って、ほんの少し空へ心を向ける。それだけでもいいのではないでしょうか。そして、その翌日、13日から、多くの地域でお盆を迎えます。13日は暦を見ると、一粒万倍日でもあります。一粒のもみが、やがてたくさんの実りにつながる、そんな意味を持つ暦です。だから私は、この日を何を増やしたいのかを、少し意識して過ごす日にしてみるのもいいと思っています。怒りを増やすより、ありがとうを一つ増やす。不満を一つ増やすより、誰かに優しい言葉を一つ増やす。家族に何かしてもらったら、ありがとうと伝える。お店で買い物をしたら、ありがとうと一元添える。お仕事の方なら、一緒に働く人へ少しだけ気持ちよく接してみる。そんな小さなことでいいんです。一粒万倍日だからといって、大きなことを始めなくてもいい。自分がこれから増やしていきたいものを、一つだけ先に差し出してみる。優しさを増やしたいなら、優しさを一つ。感謝を増やしたいなら、感謝を一つ。笑顔を増やしたいなら、笑顔を一つ。それもまた、明日できる小さな開運貯金、なのではないでしょうか。今日、家を少し整えて、温かい一杯とともに、大切な人を思い、明日は、できるだけ穏やかな言葉を一つ増やしてみる。空の大きな節目から、日本のお盆へ、私たちにできることは、とても小さなことかもしれません。でも、その小さなことを丁寧に積み重ねることが、暮らしを少しずつ変えていくのだと私は思っています。さて皆さん、今日ご紹介した3つの中で、これなら私もやってみよう、と思ったものはありましたか？ 1 つ目、2つ目、3つ目、数字だけでも構いません。あるいは、13日は、こんないいことを一つ増やしてみます。でも結構です。ぜひコメント欄で教えてください。そして、次のリンダのお話は15日にお届けする予定です。お盆の時間が進んだからこそ、お話ししたいことがあります。今回とは、また少し違った角度から日本の暮らしを見ていきます。続きも一緒に楽しんでいただける方は、ぜひチャンネル登録をして、次のお話を見逃さないようにしてくださいね。完璧にできなかったことを数えるのではなく、今日できた小さな一つを大切に、皆さんが穏やかなお盆を迎えられますように、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。それでは、また次回、リンダのお話でお会いしましょう。